はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。本日は東京紀尾井町にある和食店で撮影したこちらの動画を使います。ハッサンという名前の和食店で、私は事前に予約をしてこちらのお店へ伺いました。お店に入るときに店員さんとどんなやり取りをするのか、そして実際に食事をいただく場所まで案内してもらうとき、どんな会話があるのか、そちらをご紹介します。この動画のシリーズでは私たちは事前の会話の準備をしていません。そのためとても速いスピードだったり、会話特有の省略の表現などがあったりします。最初は難しいと感じる人が多いかもしれません。でも大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば私たちの会話が聞き取れるようになるはずです。短い時間ですが自分が成長できるということをぜひ実感してほしいです。それでは早速始めましょう。まずは練習の流れを説明します。最初に字幕がない動画を見ます。この時点では何もわからなくても大丈夫です。全体の流れを把握してください。その後、私からキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後、私から重要な文法事項とか敬語などについて解説をします。その後、日本語の字幕がついた動画を見ます。最後に字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見たとき、一言も聞き取れなかった人も、最後には分かる部分が必ず増えています。自分が成長できるということを実感してもらえたら嬉しいです。それでは早速始めましょう。まずは一度動画を見ましょう。これは東京の和食店で撮影をしました。私はお店に入って店員さんと話をします。そして食事をする場所まで連れて行ってもらいます。そのような場面です。では一度見てみましょう。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。予約してました。江口です。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。こちらのお座敷でございます。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。後ほど設定に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。はい、いかがでしたか？ちょっとスピードの速い会話だったので分かりにくい部分もあったかなと思います。ではここで私からキーワードを10個提示します。こちらです。こんにちは、予約、ありがとうございます、よろしくお願いします、お部屋、ご案内、お座敷、なでしこ、説明、少々お待ちください。はい。それではこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。予約してました。江口です。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。こちらのお座敷でございます。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。後ほど設定に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。はい、いかがでしたか？予約、ありがとうございますなど何か聞き取れた部分はありましたか？では続いて私から一つ一つの表現について解説をします。今回私は事前に予約をした状態でこのお店へ行きました。最初に店員さんがこのように言いました。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。予約してました。江口です。実際にはかなり速いスピードでしたね。いらっしゃいませ。これぐらいの速さでした。
はい、いらっしゃいすいまませ。せん、こんにちは。予約してました。江口です。いらっしゃいませは、店員から客側に対して行う挨拶です。いらっしゃいませ、またはいらっしゃいと言います。いらっしゃいは少しカジュアルな表現です。いらっしゃいませ。はい、いらっしすいゃいませ。ません、こんにちは。予約してました。江口です。その後すぐに私はこのように言いました。すいません、こんにちは。予約してました。江口です。はい、いらっしゃいすいませ。ません、こんにちは。予約してました。江口です。予約がある状態でお店へ行った時に、入り口で店員さんに自分は予約をしているということ、それから予約の時に使った名前を伝えます。その時に使う表現として、今回私は予約してましたと言いました。これは予約していましたのカジュアルな表現です。いが抜けてしてましたと言いました。すいません、こんにちは。予約してました。江口です。はい、いらっしゃいすいませ。ません、こんにちは。予約してました。江口です。予約があるということを伝える表現は他にもたくさんあります。予約している田中です。予約しております田中です。予約した田中です。予約していました田中です。このように実際に伝えるべきことは同じなんですが、いろいろな表現があります。この中で一番よく使われるのは、最初に紹介した予約している田中です。しているという形。これは今その予約が有効な状態だというイメージの言い方です。予約している田中です。予約しております田中です。ておりますはているのより丁寧な表現です。それから他形を使った表現、予約した田中です。これはもうすでに予約が完了したというようなイメージです。予約した田中です。それから今回私が使った予約していましたという表現、これはもしかしたら他の日本人の人に聞いたら、そういう言い方はあんまり使わないという人もいるかもしれません。今紹介した中だと比較的使う頻度は低いと思います。これはもう予約がすでに完了したというその以前の状態を表すようなイメージです。皆さんがお店へ行くときは、ぜひ一番簡単な予約していますとか予約したという表現を使ってみてください。このようにいろいろな表現の形がありますが、重要なのは予約した状態である、あるいは予約が有効である状態だということを相手に伝える、それから自分の予約の時に使った名前を伝えるということです。そして今いろいろな言い方を紹介したんですが、絶対に使わない言い方があります。それは予約しますです。予約します田中ですという言い方は絶対に使いません。なぜなら予約しますというのはこれから予約の手続きを開始するという意味だからです。なのでこういうもうすでに予約が完了している状態の場合は、予約している田中です。予約しております田中です。または予約した田中ですなど、このような表現を使ってみてください。すいません、こんにちは。予約してました。江口です。はい、いらっしゃいすいませ。ません、こんにちは。予約してました。江口です。そしてその後スタッフの方はこのように言いました。あ、江口様ですね。ありがとうございます。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いしよろしくお願いましますす。お部屋ご案内いたします。ここでのですねという表現は確認をするときによく使います。あ、江口様ですね。ありがとうございます。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いしよろしくお願いま。しますす。お部屋ご案内いたします。確認の意味のですねを使った表現は、例えばこのようなものがあります。明日の授業は5時からですね。担当は田中さんですね。
このように一度聞いた情報をもう一度確認したいという時にですねと言います。あ、江口様ですね。ありがとうございます。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。その後、私はこのように言いました。よろしくお願いします。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。実は今回は私はこのお店で YouTube 用の動画を撮らせてもらうという約束をしていました。なのでここで私はよろしくお願いしますと言いました。通常のただ食事をするだけだったらここでははいと言うだけでもいいです。でももし特別にそのお店の方たちに対して私たちはここで食事をいただくサービスを提供してくれるということをありがたく思う、よろしくお願いしますっていう気持ちがあるなら、普通に食事をするだけでもよろしくお願いしますと言ってもいいですね。よろしくお願いします。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。続いて店員さんがこのように言いました。お部屋へご案内いたします。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。今回私たちが利用したお店はそれぞれに個室が用意されている形式のお店です。それでお部屋というキーワードを使いました。お部屋へご案内いたします。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。それから後半の部分、ご案内いたしますに注目してください。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。これは謙譲の表現です。敬語の中で尊敬と謙譲の違いは何でしょう？尊敬は主に相手側の行動とか状況を表します。相手を挙げることによって敬意を表します。一方で謙譲の表現は自分側の行動とか状況を表します。自分側を下げることで相手に敬意を表します。今回はご案内いたしますと店員さんが自分の行動について表現をしました。これは謙譲の表現です。お部屋へご案内いたします。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。この謙譲の表現、ご何々しますという形、他にも例えばこのように使います。ご説明します。ご紹介します。今回はしますの部分がさらに丁寧ないたしますに変わっています。いたしますを使わずそのままご案内しますでも十分に丁寧な表現です。お部屋へご案内いたします。江口様ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。続いてこのように言いました。こちらのお座敷でございます。こちらのお座敷でございます。こちらというのはこのまたはここの丁寧な言い方です。こちら、そちら、あちら、どちらと言います。こちらのお座敷でございます。こちらのお座敷でございます。今回は場所について説明をしているので、もし普通の言い方に変えるなら、ここのお座敷とかこのお座敷となります。こちらのお座敷でございます。こちらのお座敷でございます。それから座敷というキーワードにも注目してください。座敷というのは畳が敷かれている和風の部屋のことです。畳が敷いてある和風の部屋のことを、例えばこういうレストランのスタッフの場合、いろんな表現を使います。例えば和室とか畳のお部屋など、今回のスタッフの方は座敷という表現を使いました。基本的にはほとんど同じような概念ですね。そこまで細かい区別は特にレストランの場合はないように思います。畳があって、そしてそこに直接座るようなタイプで、
そして部屋の中には和風のいろいろな飾りがあったり、今回の場合だと掛け軸、床の間、それから襖など和風のしつらいになっていました。そのような部屋を指すときに座敷、和室、畳のお部屋などいろんな表現があります。今回は座敷を使いました。こちらのお座敷でございます。こちらのお座敷でございます。そして最後の部分でございます。これはですと同じ意味です。ですよりもでございますの方がより丁寧な印象を与えられます。こちらのお座敷でございます。こちらのお座敷でございます。でございますを使った表現として他にこんな例があります。レストランで注文した料理を店員さんが持ってきてくれた時に、店員さんから私たちに対してこのように言います。とんかつ定食でございます。意味はとんかつ定食です。他にも自分が担当者だということをお客さんに紹介するとき、担当の村上でございます。意味は担当の村上です。このようにより丁寧な印象を与えたいときにですからでございますに変わります。こちらのお座敷でございます。こちらのお座敷でございます。その後さらに細かい説明をしてくれました。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきますので。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。この部分は後半が少し聞き取りづらいかなと思いますが、重要なのはこの部屋の名前です。このレストランには個室がたくさんあります。それぞれの個室に名前がついています。私たちが利用する部屋の名前はなでしこです。例えば途中でちょっとお手洗いに行ってその後戻ってくる時にあれどこの部屋だったかなって覚えられない時もありますよね。それでこう部屋の名前があるので名前の部分をね聞き取れたら OK かなと思います。なでしこというのは花の名前です。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきますので。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。最初の部分本日。本日は今日と同じ意味です。本日の方がより改まった印象です。例えば本日のコーヒー、本日の日替わり定食、日本の飲食店で見かけることが多い表現です。今回は部屋について、本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきますので。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。それからこの会話の一番最後の部分、ちょっと聞き取りづらいかもしれないんですが、ご案内させていただきますという部分に注目してください。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。させていただきますという表現は相手の了承・許可が必要な場面で使われる謙譲の表現です。今回の場面だとあまりそういうことはないとは思いますが、もしお客さんが私はこの部屋は嫌だ、なでしこじゃなくてバラがいいとかなんかリクエストがあったりとかすると、その店員さんとしてはここでサービスを提供できなくなるので、まあ確かにお客さん側の了承が必要とは言えますよね。それでより丁寧に謙譲の気持ちを表すために店員さんはさせていただきますと言いました。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきますので。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。この謙譲の表現は前の部分が動詞の詞液の形になっています。するの詞液はさせるです。そしてさせるのるの部分が定型に変わってさせていただきます。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。他にも例えば
開けるだったら刺激形は開けさせる。そしてこの謙譲の形だったら開けさせていただきます。使うだったら刺激の形は使わせる。使わせていただきます。このように形が変わります。他にも例えば皆さんが何かチェックインとかあるいは手続きをするときにスタッフの方がこのように言うかもしれません。パスポートを確認させていただきます。私たちのパスポートの情報を確認したいというときにスタッフの方は謙譲の表現、丁寧な表現を使ってパスポートを確認させていただきますと言います。なぜならそれは私たちの個人情報であるパスポートを渡すので、もちろん私たちの許可、了承が必要なことですよね。そういう場面でよく何せていただきますと言います。今回は部屋について。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきますのでと言いました。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。それから今回の会話の中でお語を使った単語がありますね。お座敷、お部屋、ご案内。基本的に和語にはおをつけます。そして漢語にはごをつけます。カタカナには何もつけません。このような基本のルールがあります。ただ何が和語で何が漢語なのか区別することもちょっと難しいかもしれないので、基本的には出会った単語を一つ一つ覚えていく、慣れていくのがいいかなと思います。今回だとお座敷、お部屋、ご案内です。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。そして私はこのように言いました。ありがとうございます。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。続いてこのように言われました。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。私たちは先にこの部屋に入ります。そしてスタッフの方は一旦そこから離れて、でまた戻ってきて、そして説明をしてくれるという意味です。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。後ほどというのは後でと同じ意味です。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。そして参りますという部分、これも謙譲の表現です。行くまたは来るという意味です。今回の場合は来るという意味で参りますと言いました。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。参りますを使った表現として、例えばこのようなものがあります。東京から参りました山田と申します。丁寧な自己紹介をするときに、自分はどこから来た、何という名前の人だと伝えるときに、東京から参りましたと言います。参りましたイコール来ましたです。それから行くという意味だと、例えば明日先生の研究室へ参ります。この場合の参りますは行きますと同じ意味です。今回は説明のためにこのスタッフの方がもう一度部屋に来るという意味で参りますと言いました。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。そして最後の少々お待ちください。これは接客の場面でよく聞かれます。少々は少しとかちょっとと同じ意味。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。お待ちください。これは尊敬の意味があります。尊敬というのは相手側の行動とか状況について表しますね。今回はスタッフの方から見て、客である私たちが
待ちます。なので客である私たちの行動について尊敬の表現を使ってお待ちくださいと言いました。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。このお何々くださいの形、他にも例えばこのように使います。お好みでこちらの塩をお使いください。お使いくださいは使ってくださいと同じ意味です。尊敬の表現。それから喫煙はお控えください。これは例えば美術館、博物館とかあるお店の中とかそういったところでタバコを吸ってはいけないというルールがある場合、そのタバコを吸うことはやめてくださいという意味で喫煙はお控えくださいと言います。今回はお待ちくださいと言いました。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。そして私ははい、わかりましたと答えました。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。はい、それでは日本語の字幕がついた動画を一度見てみましょう。今一つ一つの表現を確認してきたので、わかる部分が増えていると思います。挑戦してみましょう。ではどうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。予約してました。江口です。江口さんはですね、ありがとうございます。よろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。こちらのお座敷でございますね。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。はい、いかがでしたか？何かわかる部分が増えていましたか？では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初にこの動画を見たとき、何もわからない、どうしようって思った人もいたと思います。でも今だったらわかる部分が必ず増えているはずです。自分が成長したということをぜひ実感してください。ではどうぞ。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。予約してました。江口です。よ江口さんはですね、ありがとうございます。ろしくお願いします。お部屋ご案内いたします。こちらのお座敷でございますね。本日はこちらのなでしこのお部屋でご案内させていただきます。はい、ありがとうございます。後ほど説明に参りますのでね、少々お待ちください。はい、わかりました。はい、いかがでしたか？実用日本語シリーズでは他にもいろいろな場面の会話を紹介しています。皆さんの日本語のリスニング、そしてスピーキングの練習のお役に立てれば幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。